どうもベルです。今回は Doomsday の効率的に強くなる方法について語っていこうかなと思います。こちらの動画は前回の動画の続きとなっておりまして、前回の動画をご視聴いただいてない方は概要欄より前回の動画をご視聴いただいた方がこの動画をより楽しめると思いますので、ぜひそちらをご視聴いただけると嬉しいなと思います。では、前置きはこれくらいにしておきまして、早速やっていきたいなと思うんですけども、今回は、スキンと並走ですね。このDoomsday の、効率的に強くなる方法のシリーズも、今回で、最終回となるわけなんですけども、前回までの、ヒーローや研究っていうのは、良くも悪くも、ある程度のレベルまで達すると、同じレベルになって、そこで差がつくことって、ほぼなかったんですよ。ただ、今回のスキンと並走に関しては、もう一番、差がつく部分です。で、もうこれをマックスまでやるっていうのは、もう正直無理です。この二つをもう理論値までやっていくとしたら、1000万円使っても全然無理です。とんでもなく果てしないもので、今の T6 プレイヤーっていうのは、もうここで差がついていて、このスキンと並走。特に並走ですね。ここでもう強さというものは決まってきます。同じ T6 であっても、並走がめちゃめちゃ強い人の1部隊相手に、並走があまり強くない人の、5部隊で戦ったとしても、前者のめちゃめちゃ強い1部隊の人の方が、勝っちゃう場合があるのが、今の環境なんですよ。同じ T6 ではなくても、じゃあもはやもう T5 であっても、並走次第では、もう T6 を、もう一方的に蹂躙していけるのが、今の環境です。なので、もうこの並走を、効率よく、強化していくことが本当に重要になります。で、今回は、その、並走の効率の良い、育て方について、語っていきたいんですけども、その前に、スキンですね。そちらを先に、見ていこうかなと思います。で、このスキンなんですけども、バフがつくのは、シェルタースキン。そして、招待スキン。そして、行軍スキン。この3つですね。で、シェルタータグと、あとはアイコンフレームですね。そちらについては、バフがつかないので、お気に入りのをつけて、モチベーションを上げていくっていうところはできると思うんですけども、今回は、バフがつく、シェルタースキンと、招待スキンと行軍スキン。これらに絞って、解説させていただこうかなと思います。では、各スキンの、ご紹介をさせていただく前に、このスキンのバフについては、一応上限が存在します。ここで、自分自身のバフも見れるんですけども、ただこの上限に行くことって、ほぼないですね。てか現状はないです。今すべてのスキンをコンプリートしたとしても、上限値に行くことは無理なので、ここはそこまで気にしないでいただいて良いのかなと思います。では、気を取り直してやっていきたいと思うんですけども、まずはシェルタースキンですね。で、シェルタースキン、レジェンドについては、一回置いておいて、紫のやつですね。これについては、ものによっては、違うものもあるんですけども、基本的には、だいたい、月に1回くらい来る、物集めイベントで、1500円課金すると、入手できるものが多いです。ちょうど今やってるんですけども、今回のイベントだと、一番右のやつですね。こちらが1500円で開放することができまして、レベル15でスキンを獲得していくことができます。で、このパスの開放って、スキンなしだとしても、1500円の価値はもう全然あるので、もうこのゲームの中でトップクラスにおすすめできる課金なのかなと思います。で、このバフについては、装備やパーツと同じように、すべての部隊に適用されるバフで、
まあ、内政バフのものも、結構多いんですけども、内政バフも、結構大事で、かなり変わってくるので、取っていける方は、毎回取っていただくのがいいんじゃないかなと思います。またこの、レジェンドのシェルタースキンなんですけども、ジェラシックパークだけは、新サーバーで、行われる劣化ブリッツで、入手することができます。劣化ブリッツは、イベント期間内に、どれだけ戦力を盛れるかの、イベントですね。で、このジェラシックパークの、スキンを目的として、時短アイテムを、大量に溜め込んで、新サーバーに移動する人も、まあ、いるみたいですね。まあ、なんか個人的には、本来新しく始めて、じゃ頑張った人がこのスキン入手できるものなので、なんか新規ユーザーが、まあ、優先して入手できるように、対策してほしいなとは思ってるんですけど、まあ、されるにしても、まあ、だいぶ後になりそうですね。で、残りのレジェンドのシェルタースキンは、もうすべて結構な額の課金が要求されます。で、今、ジェラシックパーク以外に私が持ってる4つですね。そのシェルタースキン。この4つだけで、だいたい、高くない軽自動車だったら、買えるくらいかかってます。じゃ、なんでそんなかかってるかっていうと、まあ、蒸気機関については、別の方法で、ルーレットのイベントで、12万円くらいで、まあ、取れたので、レジェンドのシェルタースキンの中では、比較的安いんですけど、これ以外のものは、基本、クロスサーバーのモノ集めイベントでのランキング。まあ、すなわち、イベントのアイテムパックをもうどれだけ買ったかのランキングに、トップ10に入る必要があります。で、今ちょうど、そのイベントがやってますので、見ていきたいと思うんですけども、こんな感じで、地域のやつが出てるんですけど、ランキングのところですね。こちらですね。こんな感じで、10個以上のサーバー。まあ、前回までだと、10サーバーごとだったんですけども、まあ、今回は、うちは12サーバーですね。で、その中で、トップ10に入らないと、永久のシェルタースキンっていうのは入手できないんですよ。なので、かなりハードルは高いのかなと思います。ただ、このレジェンドのスキンって、結構バフがいいんですよね。このゲームで重要なダメージ系のバフが上がっていくことも多いので、高みを目指している方は、もうこの見た目ではなくて、バフ目的に狙ってくる人も結構います。ただ、もう平気で数十万円かかりますし、これ11位とか12位になったら、もう本当に辛いので、手を出す場合には、もう覚悟を決めてやっていただくのがいいんじゃないかなと思います。なので、もう基本的にはエリートのスキンでコツコツバフを上げていって、高みを目指す人に限って、レジェンドスキンを狙っていく。このようなイメージで良いのかなと思います。では次に、招待スキンですね。こちらは、各部隊の、バフを上げていけるものになるんですけども、T4 と、T5 と T6 の、解放時に出てくる、15,000円の、パックだったり、あとは風神ですね。これについては、ゲームを始めたての時に出てくるイベントで、入手できるんですけども、他のスキンは、招待スキンの、ルーレットイベントで、入手していくことができます。で、その招待スキンルーレットに応じて、入手できる、招待スキンが、一種類に、固定されているものだったり、選べるパターンだったり、いろんなパターンがあるんですけども、招待スキンルーレットで、入手できる、招待スキンの中で、一番優秀なのは、今、画面に出てる稲妻です。もうこれがズバ抜けて優秀で、その次に、灰ですね。この二つが、非常に優秀なので、優先して入手していただくのがいいんじゃないかなと思います。で、この招待スキンを、すべて、獲得したとしても、加算されるバフって、めちゃめちゃ多いわけでは、正直ないんですけども、
すべての部隊に、加算されていくということもあって、しっかりと、強さにつながっていくと思いますので、入手できる方は、入手していただくのがいいんじゃないかなと思います。では次に、行軍スキンですね。こちらは、自分自身の、部隊のスキンですね。部隊を、スタイリッシュに、していくことができるんですけども、各スキンには、部隊の、攻撃もしくは、防御の、バフが 1%、ついてきますね。ただ、部隊スキンは、この部隊スキンチケットを、使って開放するものだと、最低でも、10万円くらいはかかってしまうので、この 1% のバフ目的に取っていくのは、もう本当に、高みを目指す方のみで、基本的には良いのかなと思います。スキンについては、以上になるんですけども、シェルタースキンのエリート、コツコツ集めていきつつ、取っていける方は、招待スキンを取っていく。そして高みを目指していく方は、レジェンドのシェルタースキンと、あとは、行軍スキンですね。そちらをどんどん集めていく。このようなイメージになるのかなと思います。では次に、この効率よく強くなる方法シリーズの最後を締めくくる並走についてですね。こちらをやっていきたいと思うんですけども、並走って皆さん、どれくらいステータス上がると思いますか？殺傷能力と、部隊、ブロックですね。そのバフだったり、あとは新スキル、解放できたり、ダメージバフとか、いろいろあるんで、なかなか難しいところではあるんですけども、これ、理論値で言ったら、攻撃と防御に全部換算すると、大体攻撃防御が 200% くらい上がるくらいの強さになるんですよ。で、これって、もはや、並走以外のコンテンツをもうすべて上げた時の合計値と、もう並走だけで上がっていく数値。これがもう変わらないレベルぐらいになるんですよ。これってやばくないですか？もうやばすぎるんですよ、これ。私の別の動画をご覧いただいている方は、もう結構いろんな動画で、並走本当にやばいっていうことは、お伝えさせていただいたと思うので、ある程度、ご存知だった方も多いと思うんですけども、ここまでとは思っていなかった方も、多いのかなと思います。パーツを、仮にすべて、エクセレントまで上げていたとしても、並走次第で、すべてひっくり返るのが今の環境です。正直ぶっ飛んでます。で、少し並走の基礎ですね。そちらを先に、少しだけおさらいしてから、効率の良い方法だったり、ちょっと今、アリーナですね。そちらで、えげつない人がいるので、それを見ていこうと思うんですけども、まず、並走独自の、ステータスとして、殺傷能力とブロックですね。こちらなんですけども、ある種の、ダメージバフのようなものと思っていただいて OK です。で、これ運営さんに、聞いても、教えてくれなくて、検証も、正直やりたくても、やりようがほぼないので、私の、体感値ベースの話になってしまうんですけども、殺傷能力が、15から25で、ダメージバフ 1%。で、ブロックも、15から25で、部隊ダメージ減少バフ 1% くらいなのかなと思ってます。で、またこれちょっと難しくて、戦闘する際には、こちらの殺傷能力に対して、相手のブロックの値を引いて、こちらの、殺傷能力が勝っていれば、相手のダメージ、相手のダメージ減少バフは、この、殺傷のブロックで加算されるバフですね。ブロックで加算されるダメージ減少バフっていうのは0になって、差し引きされた後の値でダメージバフが計算されて加算されていく。で、逆に、こちらの殺傷能力が劣ってしまっている場合は、差し引きされた後の値で、相手にダメージ減少バフが加算されていく。このような計算が行われています。
例えば、じゃあこちらの殺傷能力の合計が300で、相手のブロックが100だったとしたときですね。その時は、300-100で200。200だけ殺傷能力が勝っていることになりますので、その200分のダメージバフ。すなわち、だいたい 10% ほどですね。そちらのダメージバフを獲得していくことができます。じゃ逆に、こちらの殺傷能力が300で、相手のブロックが500だったとき。で、その場合は、300-500で、マイナス200。で、すなわち、相手の方が200、ブロックが勝ってますので、相手が200分の非ダメージ減少バフ。すなわち、だいたい 10% ほどの非ダメージ減少バフを相手が獲得します。で、またこの殺傷能力とブロックには、その陛下のみ加算される端子のものと、すべての陛下に加算されていく部隊バフのもの。こちら2パターンあると思うんですけども、例えば、射撃の兵装に、別の陛下の殺傷能力だったり、ブロックっていうのは必要ありません。射撃の兵装、すなわち、射撃の端子で、使うことになると思うんですけども、そこに、歩兵だったり、騎兵の殺傷能力だったり、ブロックがあっても意味ないんですよ。あくまで、使う陛下と、部隊バフをのみ、狙っていきましょう。で、この兵装なんですけども、少し、高みを、見ていきましょうか。今、クロスサーバーアリーナの、イベントが来てまして、そのアリーナの、トップランカーですね。今、4位の方の、兵装ちょっと見ていきたいんですけども、その、ルイの直帰ですね。これ私が、見たことのある兵装の中で、最も強い兵装だったので、ご紹介させていただくことにしたんですけども、これ、エグすぎません？で、まず、この直帰を星5にするのにも、とんでもないほどお金かかるんですけども、これ製造ステータスがエグすぎますね。基本的には、その陛下の攻撃と防御と殺傷とブロック。そして、その部隊の防御と、攻撃と防御と殺傷とブロック。この8つを狙っていくことになるんですけども、もうその、4つのうち、3つ、その赤を取っていて、一番最初のもうオレンジの中で、かなり高い方の数値ですね。3.8 っていうのは。で、それを持っていて、最後に、じゃあレアな製造属性まで持ってるんですよ。で、私もそれなりに、製造ステータス厳選はやってきましたけども、この赤の製造ステータス自体が、そもそも、だいたいもう150分の1から200分の1くらいなんですよ。で、その中で、じゃあ40種類ほどあるステータスの中で、欲しいのって8つだけなので、じゃあそうなると、欲しい製造ステータスの赤を1つつけるだけで、700回から1000回ほど、厳選が必要になるんですよ。で、その厳選をしていくために必要なアイテムっていうのは、1個100円は、お得なパックであってもしますので、もうこれ本当にえげつないです。で、また今、アリーナが1位の方ですね。この方の兵装なんですけども、このやばさ、わかる方いらっしゃいますかね？もうとんでもないほど、強いんですけども、これ、普通に考えたらありえないことが起こってるんですよ。兵装に課金してる人は、このありえない理由がわかると思うんですけども、これって、秘密の武器庫で、更新しまくってないと、ここまで育たないんですよ。秘密の武器庫が来るたびに、もう毎回すべてのパックを買っていって、スプリームを開けまくってるクラスの人がこの人です。そこまでしないと、この上位兵装を、複数星5にすることって、まず無理なので。先ほどの方もそうなんですけども、もうこのレベルの方と戦ってはいけません。もう大体、この兵装戦力が100万違うと、もうどうあがいても勝てない相手になるので、もう無理せず行きましょう。
で、この並走なんですけども、この普通のガチャありますよね。で、これなんですけども、一回こちら、1200ジェムで、引いていくことができるんですけども、これは1200ジェムで絶対に引いてはいけません。もうめちゃめちゃもったいないです。引くにしても、VIP ショップで半額になってるやつですね。ちょっと私はもう、買っちゃってるので、申し訳ないんですけども、こちらは、毎週15個、購入していくことができます。結構課金されている方は、購入していただくのもいいんじゃないかなと思うんですけども、無課金、美課金の方は、もう買わなくて OK です。あとは、並走を、課金で入手する場合には、2週間に1回来る、秘密の武器庫イベント。そちらで集めていただくのと、あとは、闇の封鎖と同時に来る、並走の入手のイベントですね。並走の装置を入手していくイベントですね。そちらに入手していただくのが最も効率的です。課金パックにある、並走のガチャ券。先ほどの追跡装置ですね。こちらなんですけども、このパックだけはもう本当にもったいないので、もうこれだけは何があっても買わずに行きましょう。製造ステータスを厳選するための、製造チップは、期間限定スペシャルの方で、たまにお得なパックが来ますので、ステータス厳選までやっていける方は、そちらを買っていただくのもいいんじゃないかなと思います。ただ、一番優先するべきは、もう闇の封鎖と、同時に来る、並走の装置を入手していけるイベントですね。ちょっと名前と内容が、毎回違うので、そこはちょっとあれなんですけども、並走に課金をする中で、最もお得なイベントになります。だいたい3万円ほどで、レジェンドの装置が手に入ります。並走の中で最も重要なのって装置なんですよ。装置が一番上がり幅大きくて、なおかつ製造ステータスに、ダメージバフを、つくことができる可能性があるので、3万円と、安くはないんですけども、課金していける方は、もう非常にお勧めできるのかなと思います。あとは、秘密の武器庫。引き次第にはなるんですけども、それなりにお金はかかるんですけど、強い並走を入手していけるので、費用対効果としてはめちゃめちゃ高いです。なので、もう課金していける方は、引いていただくのがいいんじゃないかなと思います。この装置を入手するイベントと、秘密の武器庫。もうこの2つに関しては、もう月に5万円以上使う方には、もうめちゃめちゃお勧めできるんですよね。デイリーブースターと、最悪急行。この2つ以外を買っていく中で、強くなりたいという方は、もう装置を入手できるイベントと、秘密の武器庫。もうこの2つに、残りの課金をしていただくのが、最も、効率よく強くなる方法といって、まず間違いないのかなと思います。また、この並走は、無課金でも、育てていくことは可能です。で、無課金で入手する際の、主要な入手ルートっていうのは、闇の封鎖と、あとは、ウォーター戦争。こちらと、バウンティーですね。闇の封鎖のミッションだったり、あとはランキング報酬で入手していくことはもちろん、あとはウォーター戦争のポイント報酬ですね。こちらでも並走のガチャ券を入手していくことができたり、あとはバウンティーですね。正直結構大変なんですけども、もう、今週分僕はちょっとほぼ終わらせちゃってることもあって、ちょっとだいぶあれなんですけども、ここでも結構な報酬を、獲得していくことができますので、欠かさずやっていくだけでも、結構並走強くなるんですよね。で、あとはこの並走、
レジェンドで全て揃えていくのって、結構大変じゃないですか。なので、紫の兵装もガンガン使っていきましょう。キャッサリンが確か使ってたと思うんですけども、そうですね、僕今、紫の兵装も、使ってるんですけども、紫の兵装って、兵装ショップですね。こちらですね。で、この兵装ショップからも、アラカルトボックスを毎週30個、購入していくことができるので、結構育てやすいんですよ。あとは、そもそも星を上げてないレジェンド兵装よりも、ちゃんと星上げをしたエリート兵装の方が強いですし、星2のレジェンド兵装より、星5のエリートの兵装の方が強いんですよ。正直、レジェンドの兵装を育てていくのって、かなりしんどいと思いますので、ぜひ、エリートの兵装も育てていくのが非常にいいんじゃないかなと思ってます。また、この製造ステータスの源泉なんですけども、この、青の製造部品の方ですね。これでも、全然厳選していけます。紫の最大値である、攻撃と防御の 2% っていうのは、全然出てきますし、たまにオレンジも出るんですよね。ちなみに、この私のジュリアがつけてる兵装なんですけども、これ、頭以外は、全部、青の製造部品しか使ってません。それでも、最低限のものは全然つけていけてるので、この青の製造部品を集めていくっていうのも非常に重要になってくるのかなと思います。で、この青の製造部品、どうやって集めていくべきかというところだと思うんですけども、ちょっと先ほどお見せした通り、私は今週分、ちょっとほぼ終わっちゃってるんですけども、このバウンティールーレットで、毎週60個、回収していけるので、製造部品の入手のためにも、このバウンティーは本当に、積極的にやっていただくのがいいんじゃないかなと思います。あとはこの兵装、まんべんなく育てていくべきか、一部隊に、まず特化させていくべきか。ここ結構悩まれている方多いんじゃないかなと思うんですけども、これについては、もうまず、特化させていきましょう。で、この兵装って、あくまで、そのつけてる部隊にのみ、かかってくるバフになるんですけども、一点特化させて、じゃあその部隊使いまくればいいんですよ。集団戦してる時とかって、強い人だと、5部隊出してると思うんですけども、じゃあ何時間もその5部隊で戦えるかって言ったら、かなりしんどいので。じゃあそうなった時、戦わないよりも、じゃあ損耗を抑えつつ、じゃあきつくなってきたら、じゃあ1部隊2部隊でも、強い、部隊を、強い部隊だけで野戦をしていく。もうそうしていくことで、もうかなり活躍できるんですよね。なので、1部隊に特化させつつ、その特化させてる部隊の、兵装がある程度育て終わったら、次の部隊も、育てていくみたいな感じで育成していただくのがいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、兵装については、以上になりまして、3回に渡ってやってきました、この効率よく、強くなる方法のシリーズですね。こちらも、今回で、最終回となります。研究やヒーローが大事なことはもちろん、パーツや装備も非常に大事ですし、もうあとは兵装ですね。すべての強さが複合していって、自分自身の強さになっていくわけなんですけども、研究による、兵隊のティアが、土台としてありつつも、兵装の上がり幅が最も大きくて、兵装次第で、自分より高い兵隊のティアを持っているプレイヤーに勝っていくことができますので、強くなりたい方は、兵装に一番力を入れていただくのがいいんじゃないかなと思います。今回ご紹介させていただいた兵装の基礎だったり、兵装を
集めていくための、秘密のビッグイベントですね。そちらについては、以前解説動画を、投稿させていただいておりますので、気になる方は、概要欄にリンクを、貼っておりますので、そちらよりご視聴いただけると嬉しいなと思います。はい。では、今回の動画はこのあたりで、締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。参考になりましたら、チャンネル登録及び、概要欄より、X のフォローをしていただけるとめちゃめちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたしますというところで、バイバーイ。